核発射専用の兵器だ。何か思い当たる節はないか？確かにレックスの背中には8発のミサイルを装填できるミサイルモジュールがある。でもそれが初めから核ミサイルを発射するためのものだったってこと？ああ、だがそれだけとは思えない。メタルギアで通常核を発射する実験ならこれまでに収集データがあるはずだ。まさか、いや、ひょっとしてレックスの共同開発元リバモア研究所では新しい核兵器を作るプロジェクトも行われていたんだ。ロバやニフといったレーザー核融合実験装置とスパコンを使ってね。その仮想実験室でもしも新型核兵器が開発されていたら？仮想データだけでは実戦配備はできない。実際の発射データが必要。これがそのスパコンの一部だよ。これらをつなぐと仮想空間での実験ができる。あくまでも理論上のことだけどね。その理論をより具体化するための演習だったのか。内間社長、なんてこと。それを奴らが発射しようとしてる。くそ。くそ。僕がバカだったよ。自分のまいた種だ。実は僕のじいさんはマンハッタン計画に参加していたんだ。じいさんは死ぬまでそのことを悔やんでいた。それに僕の父が生まれたのは1945年8月6日。広島に原爆が投下された日か。皮肉なことだな。親子3代。僕の家系の DNA には核兵器に苦しめられる運命が書き込まれているのか。科学は人の生活を助けると信じて研究してきた。それが結局僕らは利用されただけだ。科学の平和利用なんてアニメでしか。泣き言はいい。現実を見るんだ。メタルギアはどこだ？この基地のどこにある？レックスは今地下整備基地にある。それはどこだ？通信塔のはるか北さ。だけど道のりは遠いよ。同じところに起爆コードを解除するシステムが。おそらくは地下整備基地の指令室だ。急いだ方がいいよ。最初から発射実験が仕組まれていたとすると弾道プログラムも済んでいるはずだ。この数時間僕が呼ばれていないところを見るともう僕は用なし。つまりは準備完了ってことだ。メリルが起爆コード解除の鍵を持っている。彼女と合流しよう。解除がダメなら破壊するしかないね。僕が案内するよ。その足でか？邪魔なだけだ。レックスを破壊するには僕が必要だよ。必要なのはお前じゃない。お前の知識だけだ。レックスは僕が作った。僕には破壊する義務がある。権利がある。頃合いを見計らってここから脱出してくれ。安全を確保してから無線で連絡をする。この孤島からどうやって逃げろって言うんだい？分かった。それじゃどこかに隠れて情報だけでいい。この施設には詳しいだろう。そう来なくっちゃ。心配しなくてもいいよ。この新兵器がある。さっきの忍者と同じステルス技術だ。フォックスハウンドに支給される予定だったんだけどね。これさえあれば足を怪我してたって大丈夫さ。分かった。メリルに護衛させよう。メリル、開発者を保護したぞ。よかった。君に奴の面倒を頼みたい。今どこだ？すぐ近くよ。いたぞ！こっちだ！しまった、見つかったわ。メリル、どうした？何かあったらしい。何か聞こえなかった。音楽のようだったけど。彼女の容姿は？彼女テロリストたちと同じ緑の戦闘服を着てたよ。変装か？
なかなか魅力的な歩き方をしてたな。お尻なんか振っちゃってさ。よく見てるな。彼女のお尻魅力的だったから。歩き方か。それと敵兵に化けてるんなら一人の時にコンタクトしないとダメだな。女が一人になるとこって言えば一つしかないけどね。どこだ？野暮なこと聞くなよ。これ僕のセキュリティカード使ってくれ。セキュリティレベルは4だ。苦しくはないか？え、気分はどうだ？どこか具合が悪いとか？気持ち悪いな。急に優しくなっちゃって。いや、何もなければいい。君変だよ。俺の思い過ごしだ。俺が助けた奴はみんな死んだ。縁起悪いな。博士、忘れてくれ。オタコンって呼んでくれ。オタコン？オタクコンベンションの略。僕ジャパニメーションが好きなんだ。世界で最初に二足歩行を完成させたのは日本人なんだ。あそこではロボットの開発が進んでいる。それもジャパニメーションの影響が大きいと？そうだよ。僕の人生は何も核兵器を作るためにあるんじゃない。科学者はみんなそう言う。僕が科学者になったのもアニメのようなロボットを作りたかったからなんだ。純粋にね。言い訳にしか聞こえないぞ。確かに僕たちにも責任はある。戦争があるから科学が発展する。科学者の欲があるから殺戮兵器が生まれる。でも今日で終わりだ。もう殺戮行為に手は貸さない。すまないが、俺には知識だけを貸してもらう。僕はこの研究所、いや基地に詳しい。ここのことやレックスのことなら遠慮なく聞いてくれ。それとステルス迷彩だから食料貯蔵庫と弾薬庫に出入りできる。レーションや弾薬が欲しいときは届けてあげるよ。周波数は 141.12 だ。それじゃあ。中国には学者はこれを行うを尊び、これを知るを尊ばずっていうことわざがあるの。学問をする人というのは勉強したことを実行するのが大事であって、ただ知識を得るだけじゃダメって意味。私が CMU やプリンストンじゃなくて MIT に入ったのは実践工学が盛んだから。理論研究ばっかりじゃなくて実際に動くものを作りたかったの。ソリトンレーダーとかリアルタイムバースト通信を作ったのもみんなの役に立つものが作りたかったから。エメリヒ博士もそうだと思う。でもそんな気持ちが利用されて人殺しの道具を作らされてしまう。私たちエンジニアはもう何も作らない方が世の中のためなのかな。とりあえず博士の救出には成功したな。ああ、あのステルス迷彩があれば安全に隠れていられるだろう。グレイフォックスのこともあるが、問題はあんたの目だ。無線の切れ方が気になる。何かあったに違いない。心配なの？メリルさんのことが。まあな。彼女の持っている起爆コードの緊急解除再入力用の鍵、あれ以外に奴らの核発射を止める手段は残っていない。冷たい人、仲間の無事よりも任務の方が大切なの？ここは戦場だ。任務以外のものに思いをとらわれていたら生き残ることはできない。だからってスネーク、とにかくメリルとの合流を急いでくれ。分かった。
メリルは敵兵に変装しているのか。だがよく見ればわかるはずだ。主観やビハインドを使ってよく観察しろ。段ボールをかぶって張り込みをするのもいいかもしれんな。大佐、メリルを見かけたんだが。本当か。どこだ。女子トイレだが妙なんだ。確かにここに入っていくのは見たんだが、中に姿が見えない。トイレの中を探してみるしかないな。そうだな。順番に調べていくか。スネーク、そこは女の子用のトイレよ。メリルがここに入っていくのを見たんだ。それならなおさら入っちゃダメじゃない。変態。セーブさせないわよ。そうは言うがな、この基地の中で敵の目に触れずにメリルと話ができる場所というのはここしかないんだ。だからって、もう知らない。スネーク、そこは女子トイレだろう。君がそんな常識のない人間だったとは。メリルがこの中に入っていくのを見たんだ。だからといって二人きりになるチャンスは今しかない。確かにこの中にいるはず。メリルを見つけたのかい？ああ、確かにこの女子トイレの中に入っていくのを見たんだが。そこ出口は一つしかないよね。あそれならまだ中にいるよ、きっと。中に隠れられるところがあるんじゃないか。探してみたら？動かないで。二度も後ろを取られるなんて伝説の男が聞いて呆れるわ。君がメリル、男になりきるには無理があるな。どういう意味？ここは男子禁制よ。君がこんなに女らしいとは思わなかった。こんなところで言う口説き文句ではないわね。まあ私を口説いても無駄よ。入隊時に異性に興味を抱かないサイコセラピーを受けてるから。その口の利き方、メリルに間違いないようだ。怪我はないか？今のところはね、ゲノム兵のふりをしてたから。着替えたのか？その格好よりは奴らの兵装の方がマシだぞ。もう自分を偽るのやめたの。本当は服に血の匂いがして。そのマークは？これペイントタトゥーよ。本物じゃない。私この頃のフォックスハウンドが好きなの。おじやあなたがいた頃の。今のようにジーンセラピーもなかった伝説のヒーローたちがいた。戦場に英雄はいない。俺の知っている英雄はみんな死んだか刑務所に入っているかのどちらかだ。でもスネーク、あなたは英雄よ。違うの？戦場でしか自分の意味を見出せない男だ。傭兵には勝敗など意味がない。戦争で勝利を収めるのはいつも民衆だ。そうなの？あなたは人のために戦ってるわ。誰かのために戦ったことは一度もない。俺
俺には生きる目標はない。生きがいもない。そんな。戦場で死をかいくぐっている時だけだ、生きてることを実感するのは。人の死を見て生を感じるなんて、戦争を愛してやまない歴戦の兵士ってそういうものなの？なぜ連絡しなかった？無線機が壊れたの。それだけか？こうして会えたからよかったじゃない。でもよく私が分かったわね。一度会った女は忘れない。やっぱり私に気があるのね。君のお尻に惹かれたんだ。お尻？へえ、最初は目で、今度はお尻。次はどこかしら？戦場では次を考えない方がいい。で、スネーク、交渉はどうなってるの？進展はない。つまりあなたにかかってるわけね。とにかく奴らが核を撃つのを食い止めるしかない。方法は2つ。メタルギアを破壊するか、起爆コードを解除するか。ベイカー社長から鍵を預かってるな。これね。鍵は3つあるはずだ。これしか預かってないわ。残る2つはどこに？わからないけど、きっとどこかにあるはずよ。でも鍵がないとなると本体を破壊するしかないわね。メタルギアはこの北の地下整備基地にあるそうだ。私も連れてって。ここなら私の方が詳しい。足手まといだ。君は実戦経験が少ない。足手まといにはならないわ。誓うわ。もしそうなったら構わず私を撃って。弾の無駄遣いはしない。分かった。ケリは自分でつけるわ。私、普通の女の子みたいに化粧なんてしない。だから鏡に向かうなんて習慣もない。そういう女になるの嫌いだった。ずっと軍人になるのが夢だったの。でも違った。それは自分の夢じゃなかった。私の父、小さい時に戦争で死んだの。親の意志を継いで？いいえ、軍人になれば死んだ父のことが理解できると思ったの。それで軍人に？今日までそう思っていた。でも今分かった。本当は自分を見るのが怖かっただけ。自分で生き方を決めるのが怖かったのよ。もう自分を偽りたくない。自分を見つめる勇気を持ちたい。私が何者であるか、何ができるか、私が生きてきた人生は何だったのか確かめたい。よく見とけよ。しばらくは鏡が見られなくなるぞ。顔も洗えなくなる。えこれは訓練ではない。生死をかけた戦いだ。ヒーローもヒロインもいない。負ければただの犬死にだ。え、ええ。そのファマスは使えるのか？あいにくたまぎれよ。そのデザートイーグルは？偶然武器庫で見つけちゃった。口径は50アクションエクスプレス。装甲ピストルが置いてあったけどこっちにしたの。俺のは残り物か。その銃、女にはでかすぎる。そういう時だけ女扱いする。俺の45口径を使え。大丈夫。この銃なら8歳の時から使ってる。ブラジャーよりも付き合いが長いわ。北に行くにはこのフロアの所長室を抜けなければいけない。地上のルートは氷河で塞がれているの。所長室のセキュリティレベルは5。このカードで開くわ。偶然兵士の服に入ってたの。見かけによらず結構重要なところを警備していたらしい。さあ行きましょう。ここでは私が先輩よ。私がポイントマンになるわ。ついてきて。変ね。見張りがいないわ。歌が聞こえない。私が警戒してるから今のうちに装備を整えてね。メリルさんと会えたのね。よかった。作戦を指揮するっていう立場もあるし、多分口に出しては言わないだろうけど、キャンベルさん本当嬉しそうな顔してたわよ。そうか。頑張ってスネーク。大佐、
あんたの姪は無事だ。よかった。まだ安心はできん。今のところはだ。分かってる、スネーク。あんたの姪は大した女だよ。私の口からメリルを頼むとは言えんが、任務優先。私は間違っていたかもしれん。身内を戦場に送るとはな。彼女も気づいてる。そうか。それよりも大佐、あんたは本当に今回の演習の目的を？知らない。私はただの使いっ走りに過ぎん。この無線は軍にも流れているか？当然だ。分かった。俺もあんたもいつまで経っても主役は張れないようだ。脇役でもストーリーを変えることはできる。なんとかバッドエンディングは避けてみる。頭が痛い。どうした？来ないでスネーク。大丈夫か？どうした？大丈夫。さあ行くわよ。どうぞ、フォックスハウンドの旦那、所長がお待ちよ。大佐、メリルの様子が変なんだが。緊張の連続で少しめいっているんだろう。スネーク、何か歌みたいなものが聞こえない？そうなんだ。さっきから聞こえている。これは何だろう？先を急いでくれ、スネーク。メタルギアの地下整備基地は北にあるんだろう。スネーク、私のこと好き？どうした？お前は？スネーク、メリルは正気じゃないんだ。武器を使うな。サイコマンティスよ。彼がメリルさんを操ってるんだわ。その歌、彼の洗脳ミュージックなのよ。武器は使うな。気絶させるんだ。役に立たん女だ。ステルス迷彩か。手品の種はいつも幼稚なものだ。貴様、俺の力を信じてないが、世界最高のリーディング能力とサイコキネシス、今からお前に見せてやる。いや、声に出す必要はないスネーク。俺はサイコマンティス。そうだ、これ
には種はない正真正銘の力だ。無駄だ、言っただろ。貴様の心は全て読める。貴様の性格を当ててやろう。いや、貴様の過去と言うべきかな。随分と慎重な性格だが、石橋を叩いて渡るタイプだな。戦闘も得意のようだ。潜入任務に向いているな。トラップに対する警戒も怠っていない。よほどの慎重派か根性なしに違いない。まだ信じないようだな。貴様の趣味を言ってやろう。何もないようだな。貴様の記憶は空っぽ。まめにセーブしているようだ。慎重なようだな。どうだ、貴様のことは手に取るようにわかる。まだ信じないようだな。俺の念力を見せてやろう。床の上にコントローラーを置いてみろ。いいか、できるだけ平らな床だぞ。いいな。行くぞ。今からそのコントローラーを俺が念力で動かしてみせる。どうだ、俺の力が分かっただろう。よーし、デモンストレーションはこのくらいにしておこう。ブラック&ホワイト。彼はサイコマンティス、元 KGB 所属の超能力諜報分野。強力な念動力とリーディングが彼の能力なの。ソ連崩壊後、職を追われアメリカに渡り、しばらく FBI に籍を置いてサイコメトラーとしていくつかの事件を担当していたわ。でも5年前、連続殺人者の精神に没入同化してしまった結果、猟奇殺人を犯してしまったの。相手の狂気に侵されたのか。とにかく彼は以降フリーの諜報専門エージェントとして各地を渡り歩いた後、フォックスハウンドにスカウトされたの。彼はリーディング能力を持っている。だからスネークの行動は全て先読みされるわ。どうしたらいい？これでは勝ち目はない。方法はあるはずだ。彼は人の心を操るのが得意よ。スネーク、誘導に引っかからないで。Polygon, I've been waiting here for hours. Wait, I think I see something. They look like a bunch of children in tights. Glad to see one of them's got a nice ass. What is it, Sword On? Rangers, there's someone I'd like you to meet. Rangers, I'm so glad you could make it. I'm Solid Snake. Zordon said you could use my help. First rule the battlefield. This is a sneaking mission, so no running in and going off shouting like you usually do. No shouting! You don't get it, Mullet Man! We're the